皆さんこんにちは。手帳の時間です。5月が始まって少し経ちましたが、皆さんどんな毎日を過ごしていますか？予定を書こうと思って手帳を開いたのになんとなく手が止まってしまう日もあります。今日は予定を書く前に振り返ったり、少しだけ絵を描きながら自分のペースに戻るための小さな朝時間を過ごしていきます。文字はちゃんと書こうと思うほど何を書けばいいか迷ったり、自分の字が気になったりするけど、イラストだったら小さな丸や点を書くだけでも形になるので気軽に始めやすいです。難しく考えなくても手を動かしているうちに楽しい気持ちが戻ってきます。思い出のお花や季節のお花を追加してみました。このページは4月の最後の週の見開きページなんですが、ここの空いている隙間に4月1ヶ月の感想を振り返ってみました。4月もありがとう。桜はあっという間だったけど本当に綺麗だった。こういう振り返りの些細な桜という文字とかあっという間とか、そういう小さいフレーズを切り取って小さなイラストにしていくのが好きです。お花は本当に簡単なので、ちょこちょこっと手帳の空白に書くとすごく綺麗にまとまります。なのでここの桜もこの辺にちょこんと乗せて、4月も楽しかったよという雰囲気を出したいと思います。もう5月は進んでいるけど、まずは4月をしっかり終わらせることで連休明けに少し進める気がしました。使うのはピンク系のカラーです。今回はファンタジーピンクというカラーと、パイロットさんのメタリックオレンジという少しキラッとするカラーを使いたいと思います。それではこの辺に描いていきましょう。もう桜は散ってしまったけど、思い出として描いていきます。まずはドットを1、2、3、4、5、このようにドットをドーナツのようにつなげます。メタリックオレンジで中心にちょんと押して1、2、3、4、5、この丸に向かって線を伸ばします。そして先っぽをくるくるくるっと太くして、このままだと梅のようなお花にも見えるので、この先端をこのようにキュキュッと閉じていきます。こうするとね、桜っぽくなるんじゃないかなと思います。そしてこのままでもいいけど、ドットペンでスッと引いて、こちらはつぼみになるんですが、細ペンでシュシュシューっと中心に寄せて、最後スーッと線を抜くと桜の花とつぼみができました。これで振り返りのここの部分に、あ、桜を見たんだなということが思い出として記録できます。これすごく可愛いですよね。そしてカーネーションも綺麗な季節なので、例えば自分のお手持ちのこういうメモ帳の空白の部分に手帳アイコンとしてカーネーションを一つ書いてみるのも可愛いです。では早速やってみましょう。カーネーションは赤系と緑系のペンがあれば簡単に書くことができます。この2色で書いていきますね。カーネーションの描き方もとっても簡単です。
まず赤ペンの細い方で中心に線を引いてカックンとこんな感じで線を引きます。これが花の形になるので均等にしたい場合は、私は先ほど真ん中から描いたんですが、こういうふうに最初にこっちの下の方を描いて最後に真ん中を描いたり、描きやすい方で大丈夫です。これがお花になっていくんですけれども、慣れてくるとこの最初の印を描かなくても簡単にバババッとカーネーションが描けるようになります。これをどうしていくかというと、細い線でこの中の隙間を埋めます。上からシュシュシュ、こんな感じで、速さはこれくらいです。たくさんこういう風にしてもいいし、このカックンという形に慣れてきたら最初からこういう風に描いても大丈夫です。ちょっと扇のような形になったので、カーネーションは花の先がギザギザになっているので、ちょっとペンを立ててギザ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 、このように正確にではなくてちょっともう浮かせて描いてもヒュルヒュルヒュルギザギザギザ、なんとなくカーネーションっぽい形になりました。ここから茎を描いていきます。茎は緑のペンで、こちらも細ペンの方が描きやすいです。まずこの真ん中のカーネーションも描いてみます。このように横線を引いてポコッとしたイラストの中を緑で塗ります。そしてもうあとは簡単なんですが、ピーッと線を引いて下からシュッシュッと葉っぱを描けば完成です。これをすべて描いていきます。速さはこんな感じです。まっすぐ正確に描かなくてもなんとなくカーネーションっぽいなと思ったら大丈夫なので、こんな感じです。そしてカーネーションも桜と同様につぼみがあると思います。つぼみはこの細ペン緑のまま近くで描くと雫の形を描いて線を引いてピュンピュンと下から出すだけです。このつぼみがあるだけでさらにカーネーションっぽくなるので、何個か周りに描いていくといいかもしれません。これでだいぶカーネーションの集まりに見えたと思います。そこでここにメッセージを書いたりするとすごく可愛いです。文字を入れてみるとこのような見え方になります。これもね、ペリペリペリと剥がしてマスキングテープとかでプレゼントにつけるとすごく華やかになるんじゃないかなと思うし、あとは手帳の思い出とかに小さなアイコンを書いてそこにお母さんへの気持ちを書いたり、お世話になっている方への感謝の気持ちを書くのもおすすめです。ちなみにこういう小さいアイコンの練習はどこでするかというと、書ききれなかったこういう空白の部分とか前のページに戻って全く書いていないところに練習して、5月はこういうアイコンを使いたいなと考えることが多いです。なのでカーネーションもいろんなアレンジを考えたいので書いていきたいと思います。例えば小さいアイコンじゃなくてもっと花びらを上から見たものを描きたい場合は、中央に蝶を描いて、そして外側からシュッ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 と
こんな感じでお花の形を作ります。あとは一緒で細ペンでギザギザギザーっと簡単に描くと、あっという間にカーネーションのお花が描けます。ところどころ空白がある方がカーネーションっぽいです。そこに先ほど茎と葉っぱを描いたと思うんですが、同じようにシューッとまっすぐ伸ばして下からぴょこんぴょこんと葉っぱを描くと、これが大きなカーネーションのお花になります。このようにいくつかカーネーションを組み合わせて花束のようにしたいと思ったら、下にリボンを小さく描いて、あとは定規とかで花束の形を作ってあげると、カーネーションの花束が完成です。シンプルだけど花束っぽく見えるので、これはすごくおすすめのアレンジだなと思いました。もしここの空白が気になる場合は上からでもいいので、ちょっとお花を足してあげるといいかもしれません。なんとなく、イラストはなんとなくで大丈夫です。こういう感じに、はい、花束で、ここにメッセージを入れたり、横にメッセージを入れたり、カードに書く場合はこれをメインにして書くとすごく華やかになります。ということで、空白のページがあっという間にカーネーションのページに変わりました。あとはこの時期よく使えるラベンダーのかわいい簡単なアイコンもご紹介します。ラベンダーもペン2色で簡単に描けるものなので、一緒に描いてみてください。使うのは紫とグリーン系のペンです。今回はパープルとライトグリーンというカラーを使います。ラベンダーもすごく簡単で、まずはグリーン系の細ペンを取ってまっすぐ線を引きます。ちょっと大きめに描いてみましょう。小さく描いても大きく描いても、こっちが大きいラベンダーで、こっちに手帳用の小さいラベンダーを描いていきます。線を引いたら、紫のドットマーカーの太ペンの方で先端にちょんちょんとつけます。そしてこの黄緑の半分のところくらいまでお花を作りたいので、外側からシュッシュ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 と、このようにお花を描いていきます。これだけでもちょっとラベンダーっぽいなという雰囲気があると思うんですが、ここにプラスして細ペンでキュンキュンキュンと123 123、このように細ペンでなぞるように描いていくと、ラベンダーが立体的になってすごく可愛いです。こんな感じ。ここにね、余白があっても全然大丈夫です。そして最後にラベンダーの葉っぱをちょっとこういう風な細長いものをいくつか足してあげると、あっという間に完成です。こんな感じでつなげてもいいですね。はい。このラベンダー2色で本当に簡単にできるので、ぜひ描いてみてください。ラベンダーを集めて花束にしてみたいなという時は、例えばこういう風にシューッと長く、ここ中心がここに決めたら、ここに向かってずれてもいいので、こんな感じで描いていきます。ここがこうキュッと絞っているところとイメージしてみてください。花束の形がある程度決まったら、先にお花のてっぺんをちょんちょんちょん、こんな感じで決
めます。お花の位置を決めます。少し平行になりすぎたなと思ったら、もうちょっとこうピュッとこの辺長くしても大丈夫です。あとは同じようにグリーンの線の途中までをこんな感じで描いていきます。速さはこんな感じです。もうリズミカルに描く方が可愛いイラストになります。はい、こんな感じです。あとは細ペンで3つずつ、余白がたくさんできても大丈夫。実際の速さはこんな感じで描いていきます。もう3つのこのポコポコをもはや綺麗に描けていないんですが、なんとなくラベンダーになってきたんじゃないかなと思います。ここで例えばリボンを描いたりするとキュッと締まって可愛いので、先ほどカーネーションで使った赤ペンの細ペンを使って葉っぱを描くより先にここにリボンで閉じてあげます。そうするとバランスが取りやすいので、最後に葉っぱでこの空白の部分とかをちょっと調整して埋めてあげるとスカスカ感もなくてラベンダーの花束になると思います。あとは自由なんですが、周りにキラキラを描いてあげたり、このペンがあまりない方は同じ色でちょんちょんするだけでカードが可愛く仕上がります。こんな感じもいかがでしょうか。あとはこの上の部分に文字を書いたり、この黄緑の部分に重ねて文字を書いてもすごく素敵なので、大胆にこの花束を描きたい場合と小さく手帳アイコンにしたい場合で使い分けてみてください。まだスケジュールとか先のことを考えるのがきついな、疲れてるなという時は、こういう風にちょっとイラストを描いて自分の気持ちを落ち着かせて次のステップに進むと楽しく1ヶ月を過ごせるかもしれません。皆さんもぜひやってみてください。お花が綺麗な季節になりましたと書いてみます。2026年5月9日、今日は土曜日です。文字を入れてみるとこんな感じで完成です。また他にこんなイラストが描きたいなとか、簡単なイラストこのペンではどうですかとか、そんな感じのリクエストも受け付けています。ぜひコメント欄で教えてください。